こんにちは、エリです。今日は Amazon のレビュー星 4.9 を獲得している今日誰のために生きるの著者正元さんの個展に行きたいと思います。この日は2月18日日曜日、大手町の三井住友銀行東館1階で展覧会が行われていました。外から見てもわかるように、すでにたくさんの人が入場しているようです。それでは早速行ってみましょう。正元さんとはアフリカのタンザニアのブンジュ村にティンガティンガというペンキアートを習いに修行に行っていた画家です。ティンガティンガ創業者の方のテーマは人々を幸せにする絵です。正元さんの現地での様子などの写真なども貼られていました。この日は正元さんがいる日でした。サインをしてもらえたり、写真を一緒に撮ることもできました。もちろん私も一緒に写真を撮ることができました。皆さんカメラを準備しておいてください。一番上には正元さんの代表作「抱きしめるように話す」という作品が飾られていました。それでは正元さんの絵を一つ一つ見ていってみましょう。こちらはどんなにいがみ合っている人間同士でもその間には温かい境界線があるんだよと教えて描いてもらった一枚です。またティンガティンガには6色のエナメルペンキ、黒、白、赤、青、黄色、緑を使い、下書きなしで自分を信じて描き切るという描き方にも特徴があります。私のお気に入りはこの1枚。クリスが文書に帰るとき。黒色に明るいブルーやピンクが入ってとても綺麗ですね。とても下書きなしで描いた絵とは思えないぐらい素晴らしかったです。絵を見て感じることは鮮やかなブルーやピンク、黄色を使っている絵を見ていると心が明るくなってウキウキとしてくるということ。また絵を描いた背景の物語を聞くと一段とその絵に引き込まれてしまいます。これは抱きしめるようにして話すというタイトルなので、今日提示しているすべてが6色のペンキで描いてます。6色以内で、それは黒、白、赤、青、黄色、緑色の6色以内で下書きなしで描くっていう、僕はもともとティンガティンガという絵を習っていたので、最近描いてる絵はそこがちょっとね、描き方とか伝えられているものとかはちょっと表現方法が変わってきてると思うんですけども、この上の絵は5色で描いてまして、緑色も青と黄色をまず作れるので、黒、白、赤、青、黄色の5色で描いています。で1960年代
際にティンガティンガさんという人が親戚同士で手に職を持って生きていけたらということで、初めは木の板に書き始めました。でそれを見つけたヨーロッパの方が布をキャンバスに書いたらということで布に書き始めたということなんです。でなぜ6色以内なのかというと、彼ら曰く人間が直感で選択できる最大の数が6っていうんですよね。これが7色になってくると絵に迷いが生じてきて勢いが乗らなくなるということで6色以内で描いています。はい、絵が点在している中で話すのが結構難しいんですけども、村長からずっと言われていたのは、人と話すときには抱きしめるようにして話すんやでってことをよく言われていました。皆さん人と話すときに普段から心とか体温とか乗せているよっていう方どのくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。で僕はね、初めのそのね奥の5上がりますかね、おやすみっていうタイトルの絵が、はい、クマがキリンの背中の上に寝ている男の子がいるんですけれども、抱きしめるようにしておやすみっていう言葉を話してるっていう絵を村長が言ってきたので、抱きしめるようにして話すなあかんよってことを言ってきたので、それを書きました。で言われた時はそうか、抱きしめるようにして話さなあかんなってことを思うんですけれども、気がつくと忘れていてっていう日でした。そんな時に3日後にものすごく優しくて暖かい夕焼けが落ちてくるから、近くにある夕焼けの丘っていうところ結構ぶわーって埋まってます。でそれがね賑やかで華やかで楽しいんですけども、この余白を作るっていうのが理解できないということを彼らが言ってまして、それがなんか面白いなっていう、その日本人の感覚がわからないということをずっと言われていました。はい。で彼らはね、僕ねずっと未完成なので途中で描くのをやめた。で後ろにもね雨宿りの絵っていうのがありまして、象の耳の下で子供たちが降ってくる雨からしのいでるという雨宿りという絵があるんですけど、あれもその雨の粒でラップしたのかとかって言われるんですけど、でそのね感覚とか結構面白いなっていうふうに思って出ました。はい。正元さんのトークショーはこのような形で続きました。正元さんはティンガティンガの絵だけではなくて、文治村の村長さんの不思議な日本人のつながりについて話している YouTube が有名です。ぜひ YouTube でもチェックしてみてくださいね。日本人であることの素晴らしさに改めて気づくいいきっかけになると思います。では今回はこの辺で、今回も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。ではでは、さようなら。